こんにちは。今回の動画では4人家族でもミニマムに暮らす6つのコツをお伝えします。このチャンネルでは元雑貨好きマキシマリストで家族との関係をこじらせていた私がたくさんの物、こと、執着を手放してミニマムな心地よい暮らしを目指して整えていくチャンネルです。いつも動画を見てくださる皆様、本当にありがとうございます。たくさんのコメントやご質問も動画を作る糧になっています。よくいただくコメントの中に、自分だけがミニマルに暮らすことは可能かとか、家族が物を減らしてくれない時にどうしたらよいかなどのご質問をいただくことがあります。そこで私なりに4人家族でちょうどよく暮らすコツを考えてみました。家族が減らしてくれないことにイライラしてしまう方は、ぜひ最後までご覧ください。4人家族でもミニマムに暮らすコツ1つ目、何のために減らすのかを考える。まず大前提として、物を減らす目的を明確にすることがとても大切です。なぜなら、手段と目的が入れ替わってしまうと、家族が減らさないことにイライラしてしまうことがあります。例えば、物を減らすということを目的にしてしまうと、ひたすら不要なものを減らすうちに家族のものを無断で減らしてしまったり、私は減らしているのにどうして家族は協力してくれないんだと怒りがこみ上げてくることもあります。自分の休みの日を減らすことに使っているのに、物を買ってくる家族に対してイライラしてしまうこともあります。今の私の減らす目的は、家族と笑って楽しく暮らすという目的があります。もともと雑貨を増やして家族との関係をこじらせてしまったことで、私の場合はいくら好きなことをしても家族が幸せでなければ楽しくないということに気づかされました。この目的の場合、減らすことが目的ではないので、子供がコスメや服を買って増やしたとしてもイライラすることはありません。年頃の子供たちが自分を磨くことに物を増やすことはむしろ悪いことではないと思っています。ですが、みんなが程よく暮らすためには、部屋で管理をするとか、他の使っていないものを減らすとか、そういったルールや仕組みを作ろうという発想になります。言えば、全員が程よく居心地よいことが理想だと思っています。夫が家に求めることも、子供たちが家に求めることも違います。全員の理想をすべて取り入れることは難しいですが、それぞれの好きはしっかり残すことが大切だと思います。4人家族でもミニマムに暮らすコツ2つ目、自分のものを減らしきる。私は自分のものも減らしていないのに、家族に減らしてということをしません。なぜなら、私自身やっていない人の言葉など聞き入れたくないからです。片付けていない人に片付けなさいと言われてもやろうとは思いませんし、私より物が少ない人は私の発信を見て減らそうとは思わないはずです。まずは自分のものを減らすことに集中して、減らすメリットを自分で体感しながら、減らすことや無駄を省くことは自分の理想に近づく楽しいことだと認識することが大切です。それを背中で見せていくことが一番早く周りを変化させる方法だと思っています。特に靴、バッグ、服、コスメ、スキンケア、このあたりは自分のものを減らしきるのが難しいです。大事なものや好きなものこそ頭を使うし、判断するのも大変なので目を背けたくなりますが、自分に集中していると家族のものはさほど気にならなくなります。自分のものを減らしきったら、次はキッチン道具や家電、日用品などみんなが使うものを減らしていくのが良いです。家族も使いやすくなることで
減らすメリットも感じやすくなります。4人家族でもミニマムに暮らすコツ。3つ目、妥協する。妥協するというと我慢をするようなイメージがありますが、歩み寄る、譲り合うといったことが大切です。一人で暮らしていれば自分のものや自分の生活用品を減らすことは自分次第で変えていくことができますが、家族で暮らしている以上妥協が必要になります。大きなソファーを手放す代わりに移動が簡単なコンパクトなソファーにしたり、テレビを手放す代わりにプロジェクターやサブスクを契約したり、物を減らすことではなくて管理の手間を省けたらよしと考えることも大切です。動画では片付いている様子を見せていますが、物が散らかることも物が置きっぱなしになることもよくあります。ここに入るだけとか、使ったら戻すとか、ある程度のルールは設けていますが、それでもうまくいかない時はあります。自分に不得意なことがあるように、相手にとっても不得意なのかもしれません。相手を変えることは難しいですが、自分が歩み寄ることはできます。どこが難しいかを知って、ちょうどいいところで折り合いをつけるのが理想的です。子供のものが置きっぱなしになりやすい場所にはワンクッションになるような収納を置くことで、私がすぐに片付けることもできますし、子供も文句を言われずに済みます。何かがないときはあの中に入っているかもと探すこともできるので、程よく譲歩できています。4人家族でもミニマムに暮らすコツ4つ目。相手を思いやる。7つの習慣という本の中で、自分が死んだ時を想像するというのがあるのですが、皆さんもぜひ想像してみてください。自分が死んだ時、自分の葬儀をしている時、そこに誰がいて、どんな表情、どんな会話をしているか、どういった状態が理想的か。私はこの本を読んで人生最後の状況を考えることで、今どうあるべきかを考えるようになりました。ちなみに私はこじんまりとした葬儀に家族や孫やひ孫、身内と昔からの友人がいて、あの人は好きなように生きていたね、何の悔いもないだろうねと言って笑って話していることが理想です。もちろんこの内容は状況によっても変わります。子供が結婚を望むかもわかりませんし、病気や怪我で変わることもあります。最後を考えると、今何を大切にするかもわかるようになります。物を減らしすぎて、こんな家は住みたくないと家族が思うのは違っていますし、仕事に打ち込みすぎてコミュニケーションを取れなくなったり、家族と不仲になって縁を切るような状態になってしまうのはもっと違います。誰かとミニマルに暮らすなら、お互いに譲り合ったり歩み寄って相手の立場に立つことが大切だと思っています。自分が子供と同じ年だった頃、自分の好きなものを捨てなさいと言われたら不信感を持つかもしれません。一緒に住む夫に大好きな雑貨を捨てなよと言われたら、意固地になって絶対に手放せなかったかもしれません。相手を思いやることはミニマムに暮らす上でとても重要なことだと思います。4人家族でもミニマムに暮らすコツ5つ目。散らかる場所には伸びしろがある。家の中でどうしても散らかりやすい場所がありますよね。我が家の場合はカウンターの上とか作業台とか和室とか床でないところになら物を置くという傾向があります。特にこれからの季節、上着を椅子にかけたり、上着が脱ぎっぱなしになることも増えます。それが置かれる場所には伸びしろがあるかもしれません。例えば玄関周りにそれが起きるなら、引っ掛けるフックを取り付けることで改善するかもしれませんし、靴を減らして服をかけるスペースを設けることで暮らしやすくなるかもしれません。現に我が家では上着や制服を和室で脱ぐことが多いので、収納の棚を取り外して突っ張り棒をつけて上着をかけるスペースを作ったら、すぐにアウターが着られて
散らかることが減りました。4人家族でもミニマムに暮らすコツ6つ目。何を大切にしたいかを話し合う。何になりたいか、何をしたいか、何にお金を使いたいか、それぞれの好きなものを知ったり、価値観を知ることが大切です。私は子供が小さい頃、自分の好きばかりを押し付けていたところがあります。私の好きな服や好きなものを子供に与えて、子供たちの好きを尊重していなかったという失敗があります。ある程度大きくなってから本当は嫌だったと言われて言いにくい状況を私が作っていたと反省をしました。減らして快適に暮らすことは大切ですが、まずは相手が好きなことや好きなものを理解してそれを尊重することが大切です。好きなものや好きなことを尊重すると、それ以外はいらないかもと相手も妥協してくれることがあります。夫は CD や DVD が大好きだったので、CD や DVD を数枚飾れて中身が見えない扉付きの収納を購入して2階の踊り場に置きました。夫としては自分の大好きなものを飾りながらきれいに置く収納ができるので、自分のお気に入りだけが並ぶようによく整理をするようになりました。私としてはそれをリビングや寝室に置くのを避けることもできました。買い戻せるものは手放せると思いますが、家族がいたら何かとお金もかかるので、買い戻すということは簡単ではありません。今まで少しずつ買い集めたものを手放すのにはとても勇気がいります。手放すことよりもそれを尊重して最適化することを選べるようになると、おのずと減らすということにつながっていきます。今は Amazon Unlimited で音楽を聴くようにしたら、移動中や運動中も手軽に音楽を聴けるようになって、夫はほとんどの CD や DVD を手放して収納自体も手放しました。家族で何を大切にしたいかを話すことは無駄遣いも減ります。習い事や夢のためにお金を使うとなれば、今外食を減らすことも納得がいきます。それどころか節約することに協力的になってくれることもあります。いかがでしたか？今回の動画では4人家族でもミニマムに暮らす6つのコツをご紹介しました。物を減らす目的はいろいろあれど、最終的にはどんな形であれ幸せになることかと思います。まずは家族でどう暮らしたいかを考えて、相手を思いやったり歩み寄りながらお互いの好きを尊重することがミニマムに暮らすための大きな一歩になるはずです。私自身この考え方をするようになって、減らさないことにイライラすることもなくなりました。夫のクローゼットや夫の持ち物の手放した経緯などのインタビューなども動画にしたいと考えています。興味がある方はぜひコメントいただけましたら、動画作りの参考にさせていただきます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。